皆さんこんにちは。今週は半導体銘柄を中心に急激に相場が崩れ始めて、投資系の動画なんてもう見るのも嫌だよと、メンタル的に辛い方もいらっしゃるかと思いますので、手短な内容にしたいと思います。まずは今週の下落相場の主役となった半導体関連の銘柄。ちょうど先週の動画でオランダの ASML あるいは台湾の TSMC 社の決算見通しについて高い期待値の予想が続々と上がっていると申し上げましたが、これが一転して半導体業界全体の伸び率に疑念が出てくるような見通しが発表されました。また半導体中心にハイテク関連の銘柄が景気サイクルとして下落トレンドに入ってしまったとしたら、この後どのような戦略を取ればいいのか、非常にマクロ状況が酷似している前回のトレンド、かつて機能した戦略というのをご紹介したいと思います。ぜひ今回も最後までお付き合いください。まずは今景気サイクルと申し上げましたが、半導体業界にも皆さんご存知かと思いますが、非常に顕著なサイクルが数年おきに現れます。いわゆるシリコンサイクルと言われるものですけれども、半導体の需要ピークから次のピークまで、あるいは底打ちしたところから次の底打ちまでというのが、だいたい3年から4年のペースで発生すると、そういった推移を示したグラフとなっています。棒グラフは半導体の売上高前年同期比の伸び率、そして緑の線グラフはアメリカの半導体指数の予想 EPS となっています。1年先の予想がだいたい売上高の伸び率と一致してくるということなので、今週決算が発表された ASML あるいは TSMC 社の直近の利益というよりは先行き売上高あるいは営業利益の予想というのが非常に注目を集めてくるわけです。それが両社ともあまり今後の見通しとして伸びてこない、売上高として据え置き、そんな予想が出されたので、マーケットでも非常に驚いたというか、半導体市況のサイクルがもうすでにピークアウトしてしまうんではないかと、そのような懸念も生じているということで、大きな半導体銘柄の下げが誘発されています。今ご覧いただいたようにサイクルは3、4年と言われていますが、直近の状況だけご覧いただきますとこちら、半導体市況は21年の夏頃にピークをつけて、22年にかけて1年間下落トレンドに入っていましたが、23年入ったところから再び上向いてきたといったところですので、前回の21年中頃がピークだとすると、その3年、24年、あるいは25年のところまでは、過去のサイクル的にはピークアウトしないと思われていたんですが、今週の主要な半導体メーカーの決算において、来年の見通し、需要の伸びというのが、マーケットの高い期待に反して、ほとんど見込めない、あるいは従来見通していた成長率を下方修正するというようなサイクルよりも早めにピークアウトしてしまうと懸念してしまうような決算となっていました。一応このあたり非常に警戒心持って相場を見ていた方が良いかと思います。こちらは伸び率ではなく市場規模自体の棒グラフですけれども、こちらも23年入ったところを底打ちして伸びてきていましたが、この後四半期ごとに横ばいの数字が出てくるようですと、相場にとっては重たい展開、21年の第4四半期、あるいは22年入ったところ以降の横ばいの動きと同じように、その後1年間、2年間は苦しい展開が続くかもしれません。また例えば TSMC 社、台湾の半導体メーカーの決算、実現ベースでの営業利益は非常に良好なものでしたが、先ほど申し上げたように見通しがあまり良くないと。具体的にどのような見通しがされていたか、数字でご覧いただきますとこちら。まずは年度ごとの売上高や営業利益、最終利益なども予想されている表ですけれども、一番右側のところですね、23年度から26年度にかけての平均的な各項目成長率、だいたい売上で 17%、利益で 20% の伸び率というのが従前想定されていたわけですね。これが今回 TSMC 社の発表するところによると 20% 前後だったものの予想というのはだいたい 10% 台中盤、つまり 15% 前後になってくると、そうするとですね、従来予想の 5% ぐらいは下がってくると、そのような見通しが発表されたので、半導体関連の銘柄は日本市場においてもかなり大きな下げとなりました。そして先ほどご覧いただいたピークアウトの懸念、具体的には四半期ごとにデータが出ているわけですけれども、上の段は年度ごとの予想になっていて、下の段が四半期、3期先までの予想、
そして今回の TSMC 社の発表前と発表後、決算を受けて、マーケットでどれぐらいの織り込み変化があったか、予想の変化をオールドとニューで示しているものですけれども、下の段の四半期ごとの推移でご覧いただきますと、24年第3四半期のところで大幅なマイナスが出ています。さらに第4四半期においては、より大幅な修正がされている。つまり、24年後半あたりのところからは、半導体市況の減速というのを今回の決算において織り込んできた。24年後半と言いますと、21年7月、前回ピークをつけたところからちょうど3年となります。そして、今回の決算発表を受けて修正されたマーケットの織り込みというのは、だいたい 3% から 5% というのがご覧いただけると思いますけれども、これはですね、TSMC 社、先ほど申し上げた成長率の鈍化、この割合、修正幅とほぼ同じ水準感になっている。ということで、マーケットの過度な織り込みも剥落してきて、株価が大きく調整しているという状況ですね。さて、日本の半導体関連の銘柄について、ちょうど先週ですね、マーケットでつけている PER を元に、どれくらいの成長率が期待されているかというのを、ディスカウントキャッシュフロー法というのを用いてご紹介しました。そこから1週間経って株価が大きく下落した、つまり PER も下がってきたわけですけれども、先週と今週の PER をどれくらい成長率の織り込み具合が変化したかというのをご覧いただきますと、緑のところが PER ですね。一番大きく PER が下がっているのは真ん中のレーザーテック。70倍近くあったところから56倍まで下がっています。そしてオレンジのハイライトがフリーキャッシュフローの成長率。つまり、これから10年間ですね、利益がどれぐらいのペースで成長してくるかというのをマーケットが期待している水準感。先週と今週でどれぐらい下がったかというのを示しています。そうすると一番下がっているレーザーテック。先週の段階では、これから10年間で平均 17.5% の年率成長がマーケットで期待されていましたが、一時43,000円をつけていた株価は、今や34,000円を割り込む 20% 以上の下落になりましたが、これにより織り込まれている成長率というのは 14.5% まで 3% 下がることになりました。その他東京エレクトロンやディスコなどは 1.5% や 2% といった水準。信越価格に関しては、元々の期待値もそこまで高くなくて、一番軽微にとどまっていますが、各社とも今週決算が発表された ASML、TSMC 社だけを相手に事業を行っているわけではありませんので、その決算における成長率の織り込み具合よりはまだ小さいものになっていますね。ただ一番大きいレーザーテックなんかだと ASML に対する依存度というのが高いので、マーケットで期待される成長率の剥落というのは他社よりも相対的に大きなものになっています。これを受けてですね、先週ご紹介したフリーキャッシュフローの今後10年間の伸び率というのをご覧いただきますと、これが先週の段階でご覧いただいたグラフですね。そして今週、下方修正された織り込みの成長率でグラフを同じように引きますとこちら。例えばフリーキャッシュフローが2倍の規模になるまでには、高い成長率を織り込んでいる銘柄でしたら今後2、3年ぐらいと見込まれていましたが、今の株価で織り込まれている成長率を用いると、だいたい1、2年後ずれする。銘柄によっては3年間ぐらい後ろにずれているということで、ちょうど3年だとワンサイクルですね。そういう意味でもかなり今回の下落というのは半導体業界全体において非常に慎重な見方をしていかなければいけないと、そのような反応になっているかと思います。さてここまで半導体銘柄についてお話ししましたけれども、あくまで下落相場の主役になっていただけであって、他の銘柄も相応にかなり調整が入っています。ですので、さぞかしビックス指数といったものは大きく上がっているんではないかと数字ご覧いただきますと、わずか18ということで、例えば23年10月ですね、約半年前にそれなりの調整が入って、皆さんしんどいなと思ったような時期、それでもビックス指数はまだ 21.7 ついていたので、それ以下ということで、ほとんどパニックとは言えないような水準感ですね。半導体銘柄の下げ方を見ると、パニック的な下落に見えますが、実情としては落ち着いた下落となっています。下落相場だった2022年のところをご覧いただいても、ビックス指数20を超える水準感続いていますが、ほとんどが30以下の期間が続いている。ゆっくりじりじりと下がってきた1年間でした。またよく言われる債券利回りですけれども、アメリカに関しては今年に入って利下げが期待されていましたが、
それがどうやら物価があまり下がってこないということで、今年の利下げができるかどうか微妙なレベルになってきたということで、債券利回りについても上昇の傾向が見られる。1ヶ月前や3ヶ月前と比べると短期債のところが明確に大きく利回り上昇していて、3ヶ月前は5年債以降が純イールドになっていたにもかかわらず、今や10年債の利回りが一番低い水準になっていますね。ただ、今週の最も濃い赤のラインと、その一つ下、1週間前の次に濃いラインを比べていただくと、もうほとんど変わってないわけですね。利下げができなそうという状況はだいぶ織り込んではきている。にもかかわらず相場は下げ相場のままというところも、株式相場がパニック的な売りではなく、マクロ的な状況、利下げができなそうということを徐々に織り込んでくる落ち着いた下落という意味で合致している相場感かと思います。それではこの後の投資戦略どうすればいいかということを考えたときに、二つ目のテーマですね。今置かれているマクロ状況と非常に酷似していた1年間。先ほども少し出てきていましたけれども、2022年の1年間ですね。ご覧いただいているのは S&P500 やナスダック、そして日経平均の推移ですけれども、2022年1年間はかなり調整の入った相場でした。当チャンネルではちょうど2022年の今頃にレバレッジをかけたナスダックを利確することの重要性について動画をご紹介したところ、バカスカ信者に叩かれましたけれども、その後2023年入ったところからまた別の動画でレバレッジかけるかは自由だけどナスダック入り直せばいいというふうにお話ししたような1年間ですね。ずっと下げ相場が続いていたわけですが、この1年間アメリカの金融政策的にも利上げの期間に入っていたので、結局は何に投資しても儲からないような1年間、株安債券安の局面、こういった1年間でワークしたのはということで、状況としてはこの1年間と同じような展開がこの後来るかもしれない。一応広いご認識として把握していただければと思いますけれども、こちらですね、2022年の1年間横軸で撮った時に、白の線一番下走っているのが S&P500、そして色がついている線というのはスキュー戦略というもので、株や債券を対象としたオプション戦略なんですけれども、緑が S&P500、赤が VIX、そして青はボラティリティですね。それぞれ右肩上がりに伸びていっている。6月のところだけ少しそれぞれガクンと落ちているのは、対象の資産が想定以上に動いた時、この時だけ大きく負けちゃうんですけれども、それ以外のところはプレミアム、つまり手数料みたいなものですが、これがどんどんと少しずつ積み上がっていくような、こういった戦略を取るといいというふうに言われている向きがあります。さて、スキュー戦略、プットオプションというものの売り手になるというやり方ですね。これは具体的にどういう投資戦略かと言いますと、まずオプションというのは対象の資産、例えば S&P500 であったり日経平均といったところで、今の価格とは別の価格ですね。上でも下でもいいんですけれども、その価格を決めておいて、何日か経った後に決めておいた価格での売買をする権利というものですね。ですので、例えば今37,000円の日経平均に対して、1ヶ月後に4万円で買う権利というのを持っておくと、もしこの1ヶ月間株価が急騰して4万5,000円までいったとします。そうすると1ヶ月後に4万円で買う権利がありますので、その権利を行使してすぐに売却すれば4万円から4万5,000円の差分というのが利益として取れるわけですね。ただ、この1ヶ月間株価急落してしまって3万5,000円になってしまったとします。そうするとこの権利は放棄すればいいということなので、最初にこの権利を買った時のプレミアム、手数料だけを払えばいいということで、上方向あるいは下方向にリスクを取りたくない時に、買い手からしたら限定的な損失を約束してくれるというような戦略です。ただスキュー戦略の場合は、オプションの売り手になるということですね。つまり、ご覧いただいているグラフですと、売り手側から見た時の損失あるいは利益ですので、プットオプションを売るということは、株が大きく下がってしまった場合、グラフが左側にどんどん行ってしまうと、売り手にとっての損失になる。一方で横軸の右側にどんどん株価が上がっていっても利益は膨らまない。逆に買い手にとっては先ほど申し上げたように、利益と損失が逆になりますので、損失は限定的だけれども、利益は株が大きく崩れた時に発生するというような
すごく暴落が怖いなと思っている時に使うようなオプションというのがこちらのプットオプションですね。さて、これを売るということですけれども、例えば先ほどの日経平均の例だと逆になるんですが、現在の価格がこの辺りにあるとして、そこからどんどんと下がってしまうことが怖い場合、そこで買い手が例えば日経平均公式価格を35,000円で設定して1ヶ月後、売る権利というのを持っておけば、例えば3万円まで日経平均が下がった時には5,000円の利益が出るわけです。なぜこの戦略を持ってくるかと言いますと、まず一つ目、プットオプションというのは売る権利ですので、ご覧いただいているように暴落が怖いと思っている投資家が多くなってくると、このプットオプションというのは非常に需要が高まってくる。となると、このプレミアムですね、手数料の方に関しては需要が高まるので大きくなってくる。売り手から言いますと、この権利自体を売るときの手数料、プレミアムというのが大きくもらえるわけですね。ただし、急落してしまった場合というのは、売り手にとっての損失につながってしまうわけです。では、どれくらいのパーセントでこの権利行使価格を決めていけばいいのか。この後ご紹介するような投資商品に関しては、現在価格から 8% 下のところに権利行使価格を設定して、1ヶ月間割り込まなければ利益が出る。そのような設計の投資商品が多いですね。例えば日経平均だと37,000円からの 8% なので、だいたい34,000円ぐらいのところを設定しておけば、1ヶ月後にですね、34,000円を下回らなければ、売り手の利益、プレミアム分がつくというような形ですね。この戦略を売り手が取ることで、何がメリットになるかと言いますと、2022年のような急落ではなく、だらだらと景気引き締めの方向に向かっていくようなマクロ環境を順次織り込んでいくような相場環境、落ち着いた下落が続くような時というのは、この 8% に1ヶ月間でタッチしないことが多いけれども下落相場なので、プットオプション自体の需要というのは高まっている、プレミアムが多くもらえるということなので、非常に美味しい環境だったということですね。ですので、ご覧いただいている方の中で日常的にオプションを取り入れている方は、今年この戦略に割り当てる金額を少し多くしておけば、魅力的な相場展開が待っているかもしれません。今ご説明した損益状況ですね。1ヶ月間横軸に取った時に、赤のライン、権利行使価格よりも上にいればプレミアム分の収益。一方で急落した場合、下に行ってしまうと、プレミアム分と相殺した上で損失が出てしまうという状況ですね。ですので、暴落局面では売り手にとっては損するんですが、じりじりと継続的に下がっていくパニックではなく落ち着いた下落局面というのは、ご覧いただいているケース1、ケース2で収まるようなことが多いということになります。具体的な数字で例えばご覧いただきますと、手数料が 0.6% とすると、日経平均で言えば37,000円ですので、だいたい200円分ぐらいがプレミアムとして1ヶ月間もらえると。そしてマイナス 8% に設定した場合は、ご覧いただいている表の上から5番目、6番目、マイナス 8% を超える下落率のところだけオプションから損失が発生しますけれども、基本的に落ち着いた相場展開だったら、先ほど申し上げたプレミアム、日経平均でいうところの200円が1ヶ月間でもらえるというような戦略です。ですので、グラフを引いたときには、ご覧のように定期的に一定割合で増えていくけれども、暴落局面で大きめな下落が見られる。こちらは損パーセットが運用しているスキュー戦略の投資商品ですけれども、グラフの書き方が2008年をスタートにしているので、株がいきなり下がっている局面からグラフを引くという見栄え的には卑怯な書き方をしているわけですけれども、一番右側の2022年1月以降ですね、相場がピークをつけて折り返してきたところ、ちょうどこのあたりでですね、赤の線グラフ、スキュー戦略については、月々積み上がっていく角度というのが、傾斜が上がっているのがお分かりいただけると思います。これは、プットオプションの需要が高まってプレミアムが大きくなってきたということなので、戦略として非常に美味しい期間に入っているということですね。そして普段から株には投資しているけれども、オプションはやっていないよという方もいらっしゃるかと思いますが、その場合はですね、投資信託でキャリー戦略というのはいくつか出てきている。左上は UBS が運用しているキャリー戦略ファンド。そして右下は今ご覧いただいたグラフを作っていた損パーセットが運用している
プレミアムキャリー戦略ファンド。こちらに関しては半年前ぐらいに出てきたような新しい投資信託になっています。ただ両社とも年率の信託報酬というのが 1% を超えるということで、かなり高い投資信託になってきますので、例えばですけれども、先ほどご覧いただいた月々のプットオプションのプレミアムが 0.6% だとすると、最低2ヶ月無事に持ち続けたとして、ちょうどコストとトントンの形ですね。ですので、相場展開とプレミアムというのは、暴落を危惧する投資家の数によって需要が変わってきてリンクしますので、そのあたりと信託報酬というコストも考えると、じりじりと落ち着いた下落というのが1年間ぐらいは続くような局面じゃないと、あまり旨味はない。出たり入ったりするような投資信託ではないかと思います。そのあたりも今申し上げた注意点、ご留意いただきながら、一度こういった戦略ファンドの投資信託も検討されてみてはいかがでしょうか。半導体市況あるいは利下げの見通しを取り巻くマクロ環境も踏まえると、少し気になる動きをした1週間だったというのを頭の片隅に置いていただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。